皆さんこんにちは、よそうです。今回実装された P5X バージョン 2.0 では様々な調整や新要素が実装されました。かなり内容が多いので今回は動画にまとめて紹介していきたいと思います。もちろんストーリーバレはありません。もしこの動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまずはキャラクターのアッパー調整からいきましょう。まずは主人公ワンダーのアッパー調整ですね。ワンダーは今回レベル80からさらに超えてステータスを上げる機能が追加されました。ワンダーはレベル80を超えるとさらに追加でレベルを上げていきます。今30レベルですね。こちらのレベルを使ってワンダーのステータスを上げることができます。3レベルごとに HP が400、攻撃力が30、防御力が30上がり、最終的に99まで上げることができるみたいなので、ワンダーのステータスは HP が3000、攻撃力防御力が1000ずつアップするわけですね。これはかなりの強化ですが、レベル99まで行くのはしばらく時間がかかるでしょう。とはいえレベル80以降もポイントが無駄にならず、ワンダーがより強くなっていってくれるのは嬉しいですね。次にワンダーの一部ペルソナに調整が入りました。調整が入ったのはヤノシーク、コウリュウ、ベリアル、毘沙門天、トール、ヤマタノオロチの6体です。それぞれメインスキルの火力が少しだけ上がっていますね。火力アップ量は少ないですが、これも嬉しい調整でしょう。さらにワンダーには新しい星5武器が2本追加されました。1つ目が第3パレスを攻略すると手に入る機械の処刑者。こちらはワンダーの攻撃力をアップし、さらにワンダーが場にいるだけで味方の攻撃力もアップしてくれます。さらにワンダーが最初に装備していたペルソナと同じ属性のダメージをアップします。他の味方にもこのダメージアップは一部適用されます。持っているだけで味方にバフを与えられるため、かなり強力な装備ですね。ワンダーのメイン装備になっていきそうです。そしてもう一つ、高難易度チャレンジボスを倒して手に入るポイントを集めてもらえるのがこの武器ですね。この武器は同じくワンダーの攻撃力をアップし、さらに祝福属性ダメージと治療効果をアップします。そして味方の祝福ダメージも上げてくれるため、完全に祝福パーティー用の装備ですね。次に実装される水着元葉が祝福アタッカーになっているので、水着元葉と一緒に使ってあげたい装備になってます。ワンダーの強化点は以上ですね。基礎ステータスがどんどん伸びていくようになったので、これからのワンダーの活躍に期待したいです。次に7体のキャラクターにアッパー調整が入りました。まずはジョーカー。ジョーカーの強化内容はこんな感じになっています。最も大きい強化はジョーカーの最高度ポイント、熱気を5つまで貯められるようになった点です。今までは最高度に3つポイントが必要で3つまでしか貯めることができなかったため、最高度をすると1からポイントを貯め直しでしたが、最大5個まで貯められるようになったので、最高度をした後も最大2つ手元に残ることになります。これがかなり大きくて、ジョーカーが攻略しやすい相手なら毎ターン最高度をするようになりました。最高度ポイントの獲得 HP が 50% から 60% に緩和されたのも地味に大きな調整です。ジョーカーは各種突効果にも調整が入り、火力が全体的に向上しています。また星5武器のバフの量も上がったため、少し環境に置いていかれていると言われていたジョーカーですが、1000級の力を再び取り戻したと言えるでしょう。めちゃくちゃ強くなってます。次に大きな調整をもらったのはパンサーです。パンサーの調整内容はこんな感じ。パンサーは強化状態、集中に入るための火炎ダメージが6回から4回に緩和されました。パンサーはターンごとに4ポイントまで集中状態に入るためのポイントを貯めることができるのですが、今まで強化状態に入るためのポイントが6ポイントであったため、敵の数が少ない場合や味方に炎属性キャラクターがパンサーしかいない場合はなかなか安定して強化状態に入ることができませんでした。ただこれからは1ターンで4ポイント貯めるだけで良いため、敵が少ない場合やパンサー1人の場合も安定して集中状態に入れるようになります。パンサーの使い勝手が大きく向上しましたね。次に調整をもらったキャラクターはモルガナ。モルガナの強化内容はこんな感じです。自動回復が発生するときにクリティカル率がアップするようになりました。モルガナの回復の安定感が大きく増したので、これも嬉しい調整ですね。そしてお次はスカル。スカルの調整内容はこんな感じ。強化状態に入るための HP が 60% 以下から 75% 以下になりました。スカルの使い勝手が向上しましたね。次の調整内容はレオンです。レオンの調整内容はこんな感じ。レオンも味方を強化するための HP が 60% 以下から 75% 以下になりました。スカルと合わせて強化状態に入りやすくなっています。お次はモコですね。モコの調整内容はこんな感じ。
スキル2のバフの量が上がり、さらに睡眠の命中率が 20% それぞれ向上しています。こちらもモコの性能を発揮しやすくなるような調整になってますね。そして最後はセピアの調整内容はこんな感じです。スキル3の段数がシンプルに4段ヒットから5段ヒットになり、火力が増すとともにセピアの追加攻撃の条件を満たしやすくなっています。さらに3突効果6突効果にも調整が入って追加攻撃の火力が大きく向上していますね。限定キャラクターのジョーカーだけでなく向上キャラクターたちにも調整を入れてくれるのは嬉しいですね。次に新しい刑事カードが追加されました。追加された刑事カードは通常の美徳、抑圧、愉快、食石の4種類、そして特殊な空のカードとして知恵、決心、そして誠実のカードが追加されています。それではそれぞれの装備品の効果について見ていきましょう。まずは美徳。こちらは祝福アタッカー用の装備で2セット効果で祝福ダメージ 10% アップ、4セット効果で自分の HP が 50% 以上の場合祝福ダメージのクリティカル率を 12% アップします。空とのセット効果は決心のみで戦闘中自身の HP が6000、9000、1200以上であった場合余ダメージがそれぞれ 10%、20%、30% アップします。こちらは次に実装される水着元派用の装備になっていますね。続いて抑圧。抑圧は2セット効果で物理ダメージ 10% アップ、4セット効果でスキルダメージを与えるたびに怨恨を獲得し攻撃力をアップします。セット効果は知恵のみで怨恨が5層以上あった場合物理ダメージと効果命中が 20% アップします。怨恨はスキルがヒットするために獲得できるのでこれは物理の多段アタッカー用の装備ですね。現状 P5X に物理多段アタッカーは存在していないのでこちらも新キャラ用の装備になっているでしょう。お次は愉快。愉快は2セット効果で粘土ダメージ 10% アップ、4セット効果で粘土ダメージを与えるとき攻撃力が 15% アップし敵の数が多ければさらに 15% アップします。空とのセット効果は知恵が自身の効果命中の 50% 分余ダメージがアップ、誠実とのセット効果は戦闘中自身の治療ボーナスの 80% 分余ダメージがアップする効果になっています。上の遅延との組み合わせはまだ見ぬ粘土アタッカー、おそらく原作怪盗団のノワール用の装備になってます。下の誠実とのセット効果はこれから実装される水着智子用の装備になっています。最後に食石。食石はナビキャラ用の装備になっています。2セット効果で HP12% アップ、4セット効果でナビキャラが装備している場合味方の HP、攻撃力、防御力をそれぞれ 6% アップしてくれます。決心とのセット効果はナビキャラが敵にデバフを与える際メインターゲットに追加で防御力 10% ダウン、誠実とのセット効果はナビキャラが装備した時同じ属性の味方の数だけ味方の HP、攻撃力、防御力をさらに追加で上げてくれます。上の決心のセット効果が敵にデバフを与えるナビキャラ用の装備、現状だとウィンド用になってますね。下の誠実とのセット効果は味方にバフを与えるナビキャラ用の装備、現状バフを与えるナビキャラにはオキャンとフィービーがいますが両者ともに今までの装備から食石と誠実のセットに変えた方がいいと思います。ナビキャラ特化のなかなか強力な装備品ですね。バトル方面の調整は他に総攻撃とワンモアのダメージが上がっています。総攻撃ダメージは今までの 1.5 倍、ワンモアのダメージに至っては今までの2倍のダメージが出るようになってます。かなり大胆な調整が入ってますね。バトル面の調整内容は以上で続いて新コンテンツになります。新しいコンテンツとしてタスクというものが追加されました。タスク画面はこんな感じになっており手持ちのキャラクターを選んで派遣を行うと決まった時間後に報酬を獲得してくれるシステムになってます。派遣にかかる時間は現実の時間となっておりゲームを起動していない間もこの時間は進んでいきます。同時に派遣できる回数は最初は2回、派遣を繰り返していくと徐々に回数が上がっていき最終的には5個同時にタスクをこなせるようになります。派遣の種類には青、紫、ちょっと虹がかった紫、そして今は出ていませんが限定と書いてあるものがあり後ろに行けば行くほど報酬が高いです。ひとまずはこの虹がかった紫のタスクを選んで派遣してあげるといいでしょう。派遣アイテムの中にはガチャ石やガチャチケットだけでなく60個集めると工場キャラクターの凸を進めることができるアイテムなども含まれています。かなり報酬が多いのでこまめに派遣してあげるといいですね。また派遣したいタスクがない場合は右下の刷新を押すと
限定ではないタスクを入れ替えることができます。青色ばかりの時はこれで紫を出してあげるといいですね。その他バージョン 2.0 に合わせて様々なイベントも開催されています。メインストーリーを進めると大量の報酬がもらえるイベント、ログインボーナスもすごく美味しいものになっており、なんとガチャチケットがキャラクターと武器それぞれ20個ずつもらえます。ログインボーナス以外は今回追加されたコンテンツを楽しむと自動的に達成できるものばかりになっているので、ぜひ P5X バージョン 2.0 を楽しんでみてください。それ以外にも友達招待イベント、毎日ミッションをこなすともらえるパズルを埋めると報酬がもらえるパズルイベント、新キャラクターコードと復刻ジョーカーのお試しイベント、今回追加されたキャラクター酒井彩香とのコープイベントもあります。その他メインストーリー更新、第3パレス、そして新マップ吉祥寺の追加など楽しいコンテンツが盛りだくさんです。メインストーリーに関するネタバレはここではしませんが、一つだけ吉祥寺の文房具屋さんには新しい本が1冊追加されています。こちらは欠かさず買ってあげると良いでしょう。ここまでご視聴いただきありがとうございました。 P5X バージョン 2.0、 今までも一番大きいコンテンツ盛りだくさんのバージョンになってます。イベントなどによるハイウィッシュなどもとんでもない量になっているので、今回追加された限定キャラのコードやこれから来る水着キャラクターに備えて P5X バージョン 2.0 をぜひ楽しんでください。このチャンネルではこれからも P5X に関する攻略情報をどんどん投稿していくので、もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。さようなら。